定期運用を持つ最後の国鉄特急型電車381系は岡山と出雲市を結ぶ特急やくもで活躍中。水島臨海鉄道の気動車を横目に山陽本線と分かれ白尾線を北に向かうやくも。朝の光が眩しい。倉敷合計間は大正14年に開通。鳥取県側は伯耆大山上菅間が開通していたが、当時白尾線は南と北がつながっていなかったんだな。山陽地方を東西に結ぶ大動脈、山陽道と山陽新幹線が一直線に小馬鹿にするようにスパッと横切る。何せこちらは大正14年の技術だから自然に抗わず、高橋川と山の形に合わせてくねくねとレールが敷かれている。トンネルが少なく景色を楽しめるのは断然こっちだよな。そして381系の自然振り子も右に左に激しく傾き、ついに本領を発揮。車両がカーブに入るとカーブの外側向きに遠心力がかかる。重たい車両の下側が遠心力に引っ張られると、台車からまるで振り子のように車体だけがずれて内側に傾く。よくできてるよな。ただ問題点として遠心力がかかってから遅れて車体が傾くので、体にかかる力の向きや大きさが激しく変わり、電車酔いする人が通常の車両よりも多いとか。エチケット袋が備えられているから事実なんだろうな。車両の見た目にも特徴がある。もし車両の上側が重いと遠心力で上側の方が引っ張られ、車体がカーブ外側に傾いてしまう。381系は屋根上に重たいクーラーなどがなく、すっきりとした見た目になっている。さすがにパンタグラフは撤去できないよな。巨大でしかもカーブしているトラスの鉄橋、わざと表面をサビで覆い、中までサビが侵食しないような材質だとか。茨鉄道茨線、平成11年1月11日11時11分11秒に開業。昭和41年、当初は国鉄の路線として建設されたから、白尾線上下線の間に堂々割って入り、総社駅まで白尾線に乗り入れる。大正14年開業時の駅舎が改装の上現役で使われている清根駅。このような主張しない落ち着いた形状の駅舎はかつて全国にあり、少年時代に旅した思い出の節々に登場する。初めて訪れた駅でも妙な懐かしさを覚えるから不思議。進行方向左側、唐突に廃線の線路が白尾線に合流してくる。ユニチカ専用線。今にも有害車を引いた小さな SL が走ってきそうなのどかな雰囲気。こんなささやかな引き込み線が昔はそこら中にあり、近くに住む人たちも時計代わりに愛着を持って接していたんだろうな。失われた日本の景色。アサヒ飲料の工場にも引き込み線が伸びていたが、どうやらカルピスを運搬していたらしい。総社駅ホームにカルピスの広告があるから、今でもここで生産しているのかな。昔は地元にもビールの専用線があったが、今はどうなっているのかな。どちらも積み荷が大変素晴らしい貨物列車。
総社駅は吉備線、通称桃太郎線の終着駅。駅の片隅から国鉄ディーゼルカーが分岐する景色。旅情があるよな。こちらも訪れたことがある報福寺。天井の竜の大迫力に圧倒されたっけかな。白尾線のスピードアップ改良は車両だけではない。長い直線上のトンネルを使って急線をショートカットする新しいルートに切り替えられた場所がある。面白いのは切り替える前の急線の痕跡がはっきりと残っていること。備中高橋から先に車窓からも見える面白い急線の区間がある。お、急線のトンネルを塞いだ跡が見えた。採石場へつながる電化された謎の引き込み線が合流すると難読駅皆木駅を通過。大正14年の駅舎が現役で残る皆木駅。渋い風合いの木造外壁、電話ボックス、丸いポスト、植栽、標語の書かれた啓発看板、掲示板。古い駅舎にあったらいいなと思うアイテムが全て揃った完璧なレトロ駅舎。納得の国登録有形文化財。異議なし。白尾線と旅を共にする高橋川には昭和初期の橋が数多く現存していて、探すのも楽しみの一つ。ゲルバートラスというなんだかかっこいい名前の形を持つ湖と書いて美のち橋。昭和11年製らしい。226事件が起きた年だな。備中高橋に停車。現存する12天守で唯一の山城備中松山城と城下に栄えた武家屋敷が江戸時代の町の風情を現代にまで漂わせている。昔から街道の要衝だったんだろうな。白尾線の沿線は昔の街並みがそのまま残る街が多くて面白い。